海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は Google 自身が明かした Chrome の防御を AI エージェントが支える話です。 Google 公表では Chrome 149と150、この直近2回だけで修正したセキュリティバグが1072件、しかもその数は過去23回の更新を全部合わせた件数より多い。さらに新しい AI エージェントが見つけた中には13年以上コードの中に残っていたバグもありました。2回で1072件、13年間も見つからなかった。これマジ？なぜ急に見つけられたのか全部見せて。まずこの数字が今回一番強い証拠です。 Google 自身の報告では Chrome 149と150で修正したセキュリティバグは合計1072件、これがその前の23回分を合計した件数より多いと説明されています。全23回分の正確な合計は公表されていません。いつもの更新2回分がそれ以前の23回分を追い越したの？数え方を変えただけにも見えるけど。 Google の説明では背景にあるのは AI による発見能力と自動処理能力の急速な拡大です。突然一つのモデルが完成した話というより数年間かけて研究道具を組み立ててきた結果です。 Google 公表の流れを追うと2023年は AI ファジングで検査範囲と性能を拡大、2024年にはプロジェクトゼロとナプタイムを開発し AI へ脆弱性調査専用の道具を渡しました。コードを眺めて予想する段階から調査道具を使って確かめる段階に進んだんだ。2025年のビッグスリープはディープマインドとプロジェクトゼロが開発した発見エージェントです。 Google によると V8 JavaScript エンジンや画像処理系で現実のバグを発見しました。そして2026年初頭ジェミニを使う新しいエージェント用ハーネスが Chrome 全体をより効率よく誤検出を抑えながら調べるようになりました。複数のモデルに対応し同じコードを何度も検査できます。 AI の出力には揺らぎがありモデルも更新されるため再操作そのものが価値を持ちます。なぜ急にこんなに増えたの？ Chrome が急に危なくなったという意味なのかな？その答えはまだ残ってるよね。13年物のバグを理解するには Chrome のサンドボックスを知る必要があります。ウェブページを処理するレンダラーは権限を制限された壁の内側で動きます。もし怪しいページがレンダラーに問題を起こしてもパソコン全体へ自由に触れないように閉じ込める壁だね。その通りです。ローカルファイルなど壁の外側にある情報は本来保護されています。 Google によると新しいハーネスが見つけたのは問題を抱えたレンダラーが Chrome を誘導しローカルファイルを読ませられるサンドボックスエスケープでした。ブラウザの壁を越える道がコードの中に13年以上残っていたのか。 Google Chrome セキュリティチーム自身がこう表現しています。長く残った理由の詳細までは公表されていません。ただ巨大なコードベースでは人間が見慣れた古い処理ほど再点検の優先順位が下がりやすい。 AI は疲労や思い込みに左右されにくく古い場所も同じ基準で繰り返し調べられます。派手な新機能を作る AI より誰も振り返らなくなった古いコードを毎日確認する AI、 地味だけど守る側にはすごく相性がいい。さらに Google によると発見エージェントは厳重に制限されています。ソースコードはロックされたマシン上で静的に解析され一般のインターネット接続はありません。通信は許可リストで制御されサブエージェントも指定されたソース領域の外へアクセスできません。今回の本質は AI が発見だけを担当している点にとどまりません。 Google は発見、トリアージ、修正という一連の流れに複数のエージェントを配置しています。見つける AI、 整理する AI、 直す AI がリレーするの？発見段階では Chrome の Git 全履歴と基地の CVE を知識ベースにしています。開発者がセキュリティ .md へ信頼境界や注意点を書くと別の批評エージェントがその文脈を読み発見モデルの結果を厳しく確認します。次のトリアージは Google の説明で4段階です。最初にスパム、重複、対象外の報告を除外、次に指定された OS と Chrome のバージョンで再現しスタックトレースなどを添付します。さらにいつ入り込んだ問題か渋滞度はどの程度かを付与します。渋滞度の判断は開発者が上書き可能です。最後に該当コンポーネントと人間の担当者へ自動で振り分けます。人間が大量の報告を開いて再現条件を一つずつ揃える時間まで減らせるんだ。 Google 自身はこのトリアージ工程が月に数百時間分の開発者作業を節約すると推定しています。ここは Google による推定値です。第三者の独立監査で確認された数字ではありません。修正段階では修正エージェントが候補を1案だけ出す方式を取りません。複数の修正案を作り
別の批評エージェントが比較して裁量案を選びます。その判断材料も人間の開発者へ渡されます。最後は人間がレビューする。でもその前に候補と根拠が揃っているわけだ。しかも専用のテスト作成エージェントが人間のレビューより先にクロスプラットフォームのテストを書きます。 Google 公表ではこの流れが最大で数週間分の開発時間を短縮しています。 AI が勝手に確定する仕組みというより人間の判断できる状態まで面倒な準備を進める仕組みなんだね。発見エージェントはたまに実施する代操事業の道具でもありません。 Google によるとビッグスリープとコードメンダーは24時間ごとに全てのコード変更を自動検査しています。 Google 公表では2026年5月だけで20件を超える脆弱性が製品へ入る前に防がれました。その中には最上位級の重態度を示す S1 プラスの問題が1件含まれます。コードが書かれた翌日には AI がまた見に来る。古いバグ探しと新しいバグの流入防止を同時に回しているんだ。ただし修正が完成しても利用者へ届くまでが長いと危険な期間が残ります。修正内容の公開後、更新前の環境が狙われやすくなる期間はパッチギャップや NDay と呼ばれます。 Google は Chrome の使用更新を2週間周期へ移し、週1回のセキュリティ更新を基準にしています。さらに現在週2回のセキュリティリリースを試験中だと説明しています。でも Chrome を再起動してと言われてもタブを抱えたまま後回しにする人は多いよ。そこで研究中なのが動的パッチです。 Chrome のマルチプロセス構造を使い、レンダラーや GPU など裏側のコプロセスだけを更新済みバイナリへ差し替えます。多くの修正をブラウザ全体の再起動を待たずに反映する構想です。これは一般提供前の研究段階です。再起動の負担を減らす機能は Chrome 150ですでに一例が入っています。 Google によると MacOS でウィンドウを閉じてもバックグラウンド待機している場合、保留中の更新を検知するとそのアイドル時間に Chrome が自動再起動します。つける速度、直す速度、届ける速度、この3つが揃ってやっと利用者の安全につながるんだ。 Google が目指しているのは AI で同じ種類のバグを永久に探し続ける状態だけではありません。コードの構造そのものを変え、同種の問題が生まれにくい方向へ進めています。ここで初めてモグラ叩きから設計改善へ進むんだね。どんな仕組み？一つが導入済みのミラクルポインターです。開放済みメモリを参照するユーズ、アフター、フリーという問題の解消を狙い、対象をスキア、アンブル、ドーンなどのライブラリへ広げています。新しいミラクルオブジェクトは Google 公表で GPU のメインスレッドにあるユーズ、アフター、フリー脆弱性を最大 90% 無力化する目標です。これは設計上の目標値です。すでに達成された削減率ではありません。スパニフィケーションは正のポインターとサイズを扱うコードをコンパイラーが範囲を確認できる形式へ移します。 Google 自身の報告では Chrome が直接管理するコードの 97% が厳格な範囲外アクセス警告の下で正常にコンパイルできる状態です。 AI に怪しい場所を探させながらコンパイラーにも危険な書き方を止めてもらう二重の守りだ。長期的にはラストへの移行も進めています。Chromium の機能を使える共通のラスト開発基盤を作り、パーサー、画像コーデック、フォント処理など歴史的にバグが集まりやすい部分へ優先投入します。背景には依存関係の規模もあります。 Google 公表では Chromium と周辺プロジェクトに2300を超える外部依存があり、約1700が利用者向け製品に入ります。これらも上流の最新版へ追奨する自動パイプラインへ移しています。 AI の強みは目立つ機能だけに出ると思ってた。でも古いポインター、依存更新、テスト作成みたいな終わりの見えない保守作業こそ本業なのかも。この番組はこうした地味な防御作業が利用者の環境をどう変えるかまで追跡します。数字の大きさよりその裏の仕組みを見落としたくない方はチャンネル登録で次の検証も受け取れます。最初に残した謎へ戻ろう。1072件も直したなら Chrome が急に危なくなったの？発見数だけから危険度を決めることはできません。検査能力が上がれば以前から存在した問題も多く表面化します。 Google Chrome セキュリティチームは発見修正数の増加を失敗の兆候と捉えず、直した1件ごとに攻撃者の足場が1つ減ると説明しています。健康診断の精度が上がって以前なら見落としていたものまで見える感覚に近いね。多く見つかった事実と今の安全性が下がったという判断はそのまま同じ意味にならない。大切なのは発見数、修正速度、配布速度、同種問題の再発防止を一緒に見ることです。今回の Google 公表はその全工程を AI と構造改善で早めているという説明です。ここで情報の限界も整理します。今回の1072件、月数100時間の節約、最大数週間の短縮、
5月の二重検証 90% と 97% は全て Google 自身のブログに基づく数値です。この情報源には第三者による Chrome 内部の独立監査は含まれていません。外部研究者から報告を受ける VRP についても Google 公表では2026年3月までの報告数が2025年通年を上回りました。Google は内製ツールが発見する内容と重なる報告が増えたと説明し、Android と Chrome の VRP 方針を変更しています。今後は社内の自動パイプラインへ追加価値を出しやすい報告へ外部研究者を誘導する方針なんだね。そうです。ただし、重複が増えたという因果説明は Google 自身のフレーミングです。独立確認済みの事実として断定できる材料はこの単一ソースにはありません。そして今回の主語は守る側で働く AI です。ソースコードを制限環境で調べ、報告を整理し、修正候補とテストを人間へ渡す防御的メンテナンスの事例として捉えるのが正確です。 AI が自分の裏側の仕組みを自動で改善するという似た系統の話はオープン AI の GPT-5.6 が自らのインフラコストを最適化した回でも扱っています。そちらも合わせると AI の地味な実務能力がもっと立体的に見えるよ。止めます。 Google 公表では Chrome 149と150の直近2回で1072件のセキュリティバグを修正し、その中には13年以上残っていたサンドボックスエスケープもありました。 AI エージェントは発見だけを担当していない。報告の整理、再現、中態度の提案、修正候補の比較、クロスプラットフォームのテスト作成まで入っている。 AI の確実な勝ち筋の一つは人間だけでは追い切れない量の防御的メンテナンスです。 Google の自己報告という範囲を保ちながら今後も実際の改善へつながる技術を追います。次に Chrome が更新を促してきたらその修正の一部は AI エージェントが古いコードや新しい変更から見つけたものかもしれません。面白かった発見をぜひコメントに残してね。海外テックのこれマジ？リナとミントでした。またね。